わかりました。ですが、日程によってはアイドルの仕事があるため参加できません。言ってしまいました。兄さんが私の味方になってくれるとは思いませんが、それでも私の考えを少しでも理解してくれると嬉しいですね。アイドルになり茶の湯を広めるという私の選択は間違っていません。私のファンになってくださったことでお茶に興味を持たれた方も多くいました。清澄九郎というアイドルを通じて確実に茶の湯を広められています。これは私が決めた道なのです。誰に何と言われようとも私は私のやり方で茶の湯を広めていきます。こんにちは、プロデューサーさん。お時間をいただきありがとうございます。事務所の近くに河川敷があるのは嬉しいですね。野立てをするのにとても良い場所です。今朝はあのようなことがありましたが、今はプロデューサーさんにお茶を楽しんでいただきたいです。レジャーシートを敷きましたので、どうぞこちらにお座りください。ご存知かもしれませんが、野立てとは屋外でお茶を楽しむものです。屋内で重視されるような細かい作法などは簡略化されます。ですのでプロデューサーさんも気軽にお茶とお菓子を味わってくださいね。やはりお茶を立てていると乱れていた心が落ち着きます。さあどうぞ、プロデューサーさん。こちらは私がひいきにしている和菓子屋の練り切りです。お茶とともに召し上がってください。お口に合ったようで何よりです。おかわりが欲しくなったら言ってくださいね。もう一服ご用意します。おや、水上バスが走っていますよ。穏やかに揺れる水面の光、川を渡る屋形船。この場所を野立てに選んでよかったです。こうして外の景色を眺めながらお茶を楽しめるのはとても素晴らしいことですね。どうでしょうか、プロデューサーさん。野立ての良さは味わってもらえていますか？あなたにお茶を飲む時間を楽しんでいただけて私も嬉しいです。誘った側が言っていい言葉ではありませんが、この野立ては私にとってもいい気分転換になりました。ありがとうございます、プロデューサーさん。あなたを誘ってよかったです。
日は付き合ってくださりありがとうございました。プロデューサーさんが感じてくれたことをこれから少しずつでもいいので人々に広めていきます。今回のように気楽に楽しめるのも、作法を重視し精神を落ち着けるのも茶道の素晴らしいところです。広く茶の湯を楽しんでもらうためにこれからもアイドルとして頑張りますなんて、つい熱くなりすぎてしまいましたね。少々気恥ずかしくなってきました。ありがとうございます、プロデューサーさん。話していたら喉が渇いてきました。プロデューサーさんももう一服いかがですか？では心を込めてお茶を立てますね。もう少しだけこの時間を楽しみましょう。